皆さんこんにちは、かおりです。はい、大家好，我是狗 U。はい、今日はですね、先日私たちのチャンネル登録者数3万人を記念して質問コーナーをやりますということでね、質問募集の、動画をアップロードしたんですけど、たくさんのコメントをいただき本当にありがとうございました。虽然我们收到很多就是想问我们的问题了，真的是谢谢你们的投稿。はい。今回はそのいただいた質問に私たちが答えるという形で、全部の、質問に回答することができないんですけど、その中でも私たちが特に多かった質問とか、皆さんが多分気になっているであろう質問に答えていきたいなと、思います。じゃあ早速ね、いろいろ質問の数も多かったので、もうサクサクといきましょう。はい。まず私の出身地についてなんですけど、私は日本の新潟県というところで生まれ育ちました。マレーシア人の中でも新潟県って行ったことある人多いのかな？まだ应该是不是很熟悉的地方。它通常就是因为尼加达有个称号叫做雪乡，通常会去的人都是去那边滑雪之类的。やっぱりね、マレーシアの人にどこ出身ですかって言われて、新潟ですって言ってもまだまだ知らない人が多いね。でも今年私たち夏にね、家族で一時帰国ということで、私の生まれ故郷新潟に帰る予定でいます。その時もね、Vlog とかいろいろたくさんビデオを撮って、また皆さんとシェアしたいと思っていますので、ぜひその時は楽しみにしていてください。美味しい食べ物がね、いっぱいある、すごく素敵な場所です。因为尼加达是号称出产最好吃的米的地方。これがもう圧倒的に私たちがね YouTube を始めた時から圧倒的に多かった質問だね。他其实是我的朋友的笔友来的。そうね、日本に住んでいる時にもともとチャットとかをねするようなマレーシア人の女友達がいました。で、実際私がマレーシアに旅行に行った時にその女友達と会うわけなんですけど、その日はね SS2 のパサマラムに一緒に行こうという約束をねしていました。で、その時会って知ったことだったんですけど、女友達が複数人ね、その友達をさらに連れてきていて、でその中の一人が主人でしたね。お互いに時は全然ね、何の感情もなかったよね。感情もないっていうか、ただの友達。ただ友達だけ。そうね、まさかこういう風になるとは思っていなかったけど、不思議なことがあるものだね。そうですね。现在想起来其实是蛮不可思议的。如果就是说有机会的话，我们会可能拍一个 short film 还是什么来讲关于我们的这种恋爱故事这样子如果有机会的话。これもね、気になっている人がすごく多いと思うんですけど、私たちの職業というか、多分パパの職業だと思います。じゃあ我自己本身是做 freelancer， 就是说有时候是做一下 game 的东西有些是做一下design的东西好像你看这个就是这个是我自己就是我的作品就是一个来玩这样子然后有些人也有人有问过，就是说想看一下我的作品这样可能我在这边放1-2张然后除此之外以前就是在孩子出生之前，我还是有画画的，就是说画一些画来卖这样子已经是孩子出生过后是完全是没有时间画，暂时是没有画的除此之外呢，我周末是会教课教画画的我主要教的学生都是一些就是说我们所说的就是这种 special need 的学生就是说自闭症还是讲就是一些障碍的学生这样子
就有很多人问过，就是说，好像我的这种背景，后面这些背景的话，其实都是我的学生的画来的。他们这些都是他们的就是作品。私たちの子供の名前についても質問いただきました。翔太と優太。对对。はい、2人いるんですけど、そう。名前名付けの理由は至ってシンプルで、中国語で読んでも日本語で読んでも、どちらで生活しても違和感がない名前というか、音のこう漢字とかね、もちろんそれぞれの漢字に込められた意味っていうのもあるんですけど、今回はちょっと長くなるので割愛します。はい、で質問の中でもほら、その名前を付けるにあたって私の義理の両親、お父さんとお母さんがその名前で OK でしたかみたいな質問もあったよね。对对对。其实就是我们有考量了蛮久，就是它的发音、它的写法，好像说我们要找一个写法，就是繁体字、简体字跟日文写法是一样的汉字，好像祥太是一样的，就是全部是一样的，然后佑太保佑的佑是全部也是一样的，所以就是说再加上还有它的发音也是。我们必须要找的就是好像名字的时候是2个音的，好像祥太是2个音，不是说马萨斗是3个音这样子，所以读起来也不会有这种奇怪的感觉，就是这样，就是陈祥太、陈优太这样子，所以名字方面其实我们是下了蛮大的功夫的。私たちの YouTube チャンネルを見てくださっている方の中には、私たちと同じように中華系マレーシア人の男性とお付き合いしていますという女性も結構ねいらっしゃって、今までにねいろいろDM もらったりとか、今回もね質問コーナーに関係して質問をいただいたりとか本当にしたよね。その中でもやっぱり文化の違いで起こる衝突とかね、喧嘩とか、そういったことをどういうふうに解決していますかっていう質問もありました。はい、もちろん私たちもね、夫婦だし人間なので意見が違うこととか、やっぱり喧嘩することとか、やっぱり育ってきた環境もそうだしね、やっぱり文化も違うので衝突することもあるんですけど、どうかな、どうやって解决しているか。communication 的这样。そうだね。就是要沟通。我觉得不是因为就是好像这种国际夫妇、跨国夫妇来讲，就必须会有这种问题，或者普通的夫妇应该是也是有这种问题。就是要沟通，就尽量就是生气的时候就尽量不要沟通，等冷静下来过后再沟通。再试一下，再談這樣子，會比較好。必ず話し合うよね。そう、お互いのやっぱり気持ちとか全部こうお互いに言うようにしてるよね。そう、時間が解決していつの間にかその問題を忘れてるとか、そういう解決の仕方ではないよね。对对对。當開始的時候，你們也明白，日本人就是很多東西都是守在心裡面，是不講的，所以就是要花很多時間，開始是引導他。要講出來了，所以講出來過後，看我們這樣怎樣配合，然後磨合這樣子，然後就是最重要就是溝通，不要就是什麼東西都要收在心裡面，也不要拿出來討論這樣子。やっぱり私たち本当に喧嘩した時って必ずもう話し合う。子育てでどんなに忙しくても話し合うし、その喧嘩がさ1日以上続くってことはないね。不是ないね。还有人就是问，就是我们吵架的时候是用什么语言？日本語と英語ね。日文就是日文跟英文就是 mix 这样子。私は日本語だけだけどね。そう。私英語と日本語。下一个问题是蛮多人会问的，就是我自己本身有没有在日本
读过大学之类其实是没有的就是我在怎么讲，在我的学院毕业，在等着毕业的时候，那段时间其实是很得空的，所以我在那时候参加了一些就是这种语言班来学日文。那时候的一个想法就是说，可能会是在日本找工作，就是找关于跟 animation 有关系的工作。实际上是真的是去日本找工作一段时间。后来就是觉得还是回来马来西亚发展会比较好，因为当时我是有收到一些 offer 在马来西亚的，就是帮助马来西亚的就是关于这 animation 的发展的 project 这样子，所以我就回来马来西亚帮忙这样子。これもねよくもらう質問だね。对对对。はい、これはね理由は一つではなくって本当にいろいろな理由があって、YouTube を始めました。はい、まずね携帯でさビデオを撮ることってよくあるじゃないですか。对对对。そう私たちねよく子供の動画を本当に赤ちゃんの時からねショートムービーって感じで撮ることがすごく多くってある時携帯をねこう見ていた時に例えばさ10秒とか20秒とか1分とかのすごく短いビデオがねいっぱいあるのを見てこれをねどうにかできないかなって思ったことがあったんですよ。一本の作品じゃないんだけどなんかこうビデオとして残したいなっていう子供の成長を何か形にして残したいなっていう思いが一つあった。で私みたいにこうやって海外にね住んでいると日本に住んでいる家族とか親戚とかにほら会うのがすごく難しいんですよね。对对对。なかなか。ね、だから自分のこうマレーシアでの生活をもっとこう家族に見せたいなって思った時に、YouTube ね簡単にこう自分の生活をシェアできるのもいいなって思った理由でした。あとはねその当時私が YouTube を始めるちょっと前の時かな、その時マレーシアが12年連続日本人がほら移住先として住みたい国として選ばれてすごく注目を集めていた。そういうことを知って YouTube をね検索した時にそのマレーシアってすごく人気があって注目されている国なのにマレーシアについて情報発信をしている日本人のチャンネルが全然ないっていうことにすごく衝撃を受けて、そうで自分はねせっかくマレーシアに住んでいるしそういうことをもっとこうシェアできたらいいな、何かこう自分がそういうことに携われないかなっていうことで YouTube を始めました。そう初めはねそのマレーシアのことを日本人の人にねもっと知ってほしいなっていう気持ちもあって始めた YouTube だったんですけど、私もそのマレーシアのこといろいろな気づきがあって、私自身も日々なんかマレーシアのいろんなことを勉強させてもらってる。で日本人の方だけじゃなくって今ではねマレーシアをはじめいろんな国のね人に見てもらえることが増えてきて本当に私たちも嬉しいよね。そうまだまだねたくさんの人に見てもらいたいなと思っているし、それこそ本当にねまだまだたくさんの日本人にマレーシアのことを、ね、知ってもらいたいなと思っているし、はい、私たちもこれから引き続き頑張っていきたいなと思っています。はい、ということで今回は質問コーナーの回答編ということでね以前いただいた質問をいくつかピックアップして皆さんが気になっているであろう質問に答えました。はい、改めて今回はね3万人記念の質問コーナーということでいつも応援いただきありがとうございます。また別の機会に今答えられなかった質問とかねまた新たにいただく質問とかあるかもしれないのでまた別の機会に答えていけたらなと思っています。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。